こんにちは、ロック204チャンネルです。今回はFreeCAD 1.0 基本的操作法第11回。ドラフトワークベンチの3回目です。今回紹介するのは、B スプライン、ベジ曲線、フェイスバインダー、テキストからシェイプへ、ハッチングについて説明します。最初に、B スプラインについて説明します。B スプラインは、各通過点を通る曲線を描く機能です。マウスで操作する場合は、視点をクリックし通過点を次にクリックします。そして、次の通過点をクリックするというような形で順次クリックしていきます。最後は、ダブルクリックするかエスケープキーを押して終了します。すると右図のようなスプライン曲線が完成します。B スプラインをキーボードで入力して作成する場合は、設定画面より座標入力をキーボード入力し、エンターポイントをクリックします。そして次の座標を入力し、エンターポイントを入力するというような形で繰り返し入力を行い、最後は完了ボタンをクリックするとスプライン曲線が完成します。B スプラインのオプションは以下のようなボタンがあります。元に戻すボタンは最後のポイントを元に戻します。完了ボタンはコマンドを終了しワイヤーを開いたままにします。それに対して閉じるオプションはコマンドを終了して支点と終了点を結ぶ作図を行います。ワイプオプションは最後の点を残しすでに配置されているセグメントが削除されます。作業は最後のポイントから続行することができます。WP を設定ボタンは最後のセグメントの方向に現在の作業平面を調整する機能があります。次に、ベジェ曲線について説明します。ベジェ曲線とは、二次元平面上で曲線を描くための数学的アルゴリズムのことです。この曲線は最初に設定した2つ以上の制御点を通るように描かれます。制御点を変更することで、曲線の形状を自由に変えることができ、グラフィックデザインなどで広く使用されています。ベジェ曲線には2つのツールがあります。一つはベジェカーブと言われるもの、もう一つはキュービックベジェカーブと言われるものがあります。最初にベジェカーブの操作方法について説明します。このボタンをクリックした後、視点よりカーブを描く方向にマウスを移動しもう一度クリックします。そして終点でクリックしエスケープキーで完成させます。次はキュービックベジェカーブについて説明します。この機能は入力された複数の点を制御点として3次ベジェ曲線を作成する機能です。こちらに示す例では、視点をクリックしてドラッグして2番目の制御点を設定します。次に2度目のドラッグを行い、3番目、4番目の制御点を設定します。そして、もう一度3回目のドラッグというような形で制御点を設定していきます。終了するには、エスケープキーを押して完成させます。今回は、ドラフトワークベンチの B スプラインとベジェ曲線について説明します。それでは最初に B スプラインの作成について説明します。最初に曲線の視点をクリックします。次の点をクリックします。3点目をクリックします。そして終点でクリックし、エスケープキーを押します。これで完成です。次に B スプラインのオプションを見ていきましょう。こちらにもう一度 B スプライン曲線を描いていきます。こちらが終点ですが、先ほどはエスケープで終了しました。今回はオプションの終了をキーボードの A を使用して行います。ここで A を押します。このように曲線が確定します。次は閉じる。キーボードよりの入力は青となります。これをやってみましょう。それでは曲線を描いていきます。ここを終点とします。この時キーボードより O を押します。すると、このように視点と終点が閉じた図形となります。次にワイプキーボードよりは W を入力して実行します。これを見てみましょう。このように点を選択して曲線を描いていく途中で W を押すと、最後にクリックした点が残り、それ以前の点が削除されます。これがワイプです。
次は作業平面を再設定するオプションを実行してみます。それでは同様に B スプライン曲線を描いてみましょう。ここで WP を設定。キーボードで U を押します。すると、このように編集中の端点が原点となるよう、作業平面が再設定されます。次はベジェ曲線について説明します。こちらのボタンをクリックします。最初に、マウスをドラッグして直線を描いていきます。そしてマウスを横に移動すると、この直線に接する曲線が表示されます。そしてここでクリックして、制御点を追加します。完了は、キーボードより A を押します。これでベジェ曲線が完成しました。もう一度やってみます。今度は閉じるを実行してみます。まず、ドラッグして線を引きます。次に横に移動してクリックします。この状態でキーボードより O を押します。するとこのように閉じたベジェ曲線が表示されます。次にワイプを行ってみましょう。このように書いて、ここでクリック。そして W を押します。すると最後のクリックした点を残し、以前の制御点が消えます。これがワイプです。それでは次に3次ベジェ曲線の作成について説明します。キュービックベジェカーブをクリックします。この曲線の作成では、何点か制御点をクリックして作成します。視点よりドラッグして、クリックすると第1点目の制御点が作成されます。そしてもう一度ドラッグして広げてクリックし、第2点目の制御点を作成します。もう一度ドラッグして曲線を伸ばしましょう。このような形で描いていきます。そして、この曲線を決定するには、キーボードより A を押します。このような形で、3次ベジュ曲線を作成することができます。次は、テキストからシェイプへと、ハッチングについて説明します。テキストからシェイプへのボタンを押すと、左の図のような設定画面が表示されます。ここで、テキスト表示開始座標を入力します。マウスでクリックするか直接この画面よりキーボード入力します。次に表示する文字列を入力します。文字の大きさは高さを入力することによって決まります。フォントファイルは右側の点々をクリックして、フォントファイルを参照し使用したいフォントを選択します。そして OK ボタンを押すと文字が表示されます。この例では半角の英字は正常に表示されましたが、全角日本語はうまく表示されていませんでした。これはフォントが全角日本語に対応していないためだと思われます。次に、ハッチング網掛けについて説明します。最初に網掛けを行いたい図形を選択します。次にハッチングボタンをクリックすると、スライドの中ほどの設定画面が表示されます。そこでパッドファイルを選択します。フリーキャドでは小さなパッドファイルが用意されています。このファイルはフリーキャドのプログラムフォルダー内にありますので、上記のアドレスより選択してください。このパッドファイルを選択すると、パターン、項目を選択することが可能となります。そして、尺度、回転角度を設定し、OK ボタンを押すと、右の図のようなハッチングされた図形が表示されます。次に、ドラフトワークベンチの中のテキストからシェイプへと、ハッチングについて説明します。最初にテキストからシェイプへ変換する機能について説明します。ボタンを押すと、このような画面が表示されます。こちらの座標は、文字を表示する開始座標の加担を示します。例えば、原点をクリックすると、この点が文字を表示する開始座標となります。すると、このように X 座標が0、Y 座標も0と設定されます。次に、表示する文字列をこちらに入力していきます。文字列は基本的に英数字を使用します。
例えば、フォントと入力します。こちらの高さは、文字の高さを示します。ここでは 10mm に設定されています。フォントファイルは、右側のボタンをクリックし使用したいフォントファイルを指定します。フォントファイルは、Windows の場合は、起動ドライブの Windows フォルダーの中にフォントフォルダーがありますので、ここで確認をしておきます。今回は、の中より MS フォントを選択して使用します。フォルダーを選択した後、使用したいフォントを下の欄で選択します。例えば、こちらで MS フォントを検索して開きます。そして OK を押すと、このように開始文字の下端が原点で、高さが 10mm の文字列が、シェイプに変換され表示されます。それでは元に戻し、もう一度行ってみましょう。テキストからシェイプへの変換ボタンを押します。今回はこの位置をクリックして文字を表示してみましょう。するとクリックした座標位置がパラメーターに入力されます。こちらのポイントリセットは、開始位置を原点にリセットするボタンです。それでは、マウスでもう一度開始点を入力してみましょう。するとこのように、クリックした座標位置がパラメーターとして入力されます。次にフォントを選びます。先ほどと同じ MS フォントにします。文字列に日本語を使用した場合、どのように表示されるかやってみましょう。これで OK するとこのようにクエスチョンマークが表示され、正常に表示することはできません。それでは元に戻し、もう一度行ってみます。テキストからシェイプボタンを押します。そして文字表示の開始位置を設定します。文字列は半角ローマ字で文字と入力します。そしてフォントを設定します。そして OK を押して完了です。するとこのような形で文字がシェイプに変換され表示されます。次に高さパラメーターを変更して行ってみましょう。テキストからシェイプボタンをクリックし、原点を開始位置とします。そして文字列を文字数として入力します。フォントは、先ほどと同様に MS フォントを選択します。高さを 20mm に変更します。そしてエンターを押すと、このように高さが 20mm の文字列が表示されます。それでは次に、これらの文字列を削除してハッチングについて説明します。ハッチングは、選択した平面形状に網掛けを行うものです。例えば、こちらに楕円を描きます。こちらの図形にハッチングを行ってみましょう。この図形が選択された状態でハッチングボタンを押します。すると、このようなパラメータ設定画面が表示されます。最初にパッドファイルを選択します。これはハッチングを行うパターンファイルのことです。こちらのパッドファイルは、FreeCAD がインストールされた時に、このフォルダーに含まれるものです。次にこちらでパターンを選択します。このようにいろいろなパターンが表示されますので、この中より選んでいきます。そして尺度パラメータでパターンの大きさを設定します。またパターンの回転角度もここで設定できるようになっています。ここでは尺度を10、回転を0として設定しました。このパラメータで実行すると、このような形でハッチングされます。それでは元に戻し、パラメータを変更してもう一度行ってみましょう。パッドファイルは、
そのままとして、次にパターンを選択します。今回は尺度を5とし、回転を30度とします。これで OK すると、このように設定した尺度後、回転角度30度でパターンが表示されます。最後に、フェースバインダーについて説明します。フェースバインダーは、複数の面を一つの面に統合する機能です。左のような立体図形を例に説明します。この例では、側面の3つの面をコントロールキーを押しながら選択します。そして、フェースバインダーをクリックすると3つの面が統合され1つの面が完成します。次に、フェースバインダーについて説明します。この図形はパートデザインで作成した複数の面を持つ図形です。この図形においては、このように複数の面に分離されています。フェースバインダーでは、この複数の面を一つの面に統合します。それではドラフトワークベンチに切り替えて、フェースバインダーを使用してみましょう。最初に、こちらの3つの側面をコントロールキーを押しながら選択していきます。そして、フェースバインダーボタンをクリックします。するとモデルの中にフェースバインダーという項目が表示されます。面が統合されたのが分かりにくいので、パッドを非表示にしてみましょう。すると、このようにフェースバインダーによって、3つの面が1つの面に統合されていることがわかります。これがフェースバインダーの機能です。